おはようございます。メリカミ太一です。今日はクリスマスメニューにぴったりの丸鶏の中にフォアグラを詰めたプーレロティを紹介したいと思います。以前にも下処理の仕方を紹介しています。そちらを参考にしながら一緒に作っていきましょう。まず中に入れるフォアグラ、鴨のフォアグラに合わせ染め、塩コショウできっちりと下味をつけます。きれいに下処理した丸鶏の中側にきっちりと合わせ染めします。これ非常に重要で、中から塩が肉の方についてきますので忘れずにしてください。そこに大きめに切ったパンドカンパニをまず入れて、その後先ほど合わせ染めしたフォアグラを入れます。フォアグラを詰め終わったら、また大きめに切ったパンドカンパーニュで蓋をします。こうすると中に出てくる鶏のジューと溶けたフォアグラの油をパンが吸って美味しく仕上がります。きれいにファルスし終わったら、このように形を整えて、あとはブリデという作業、タコ糸を使って縫い付けていきます。二重にしたタコ糸を膝から太ももに入れて、足を縫い付けて固定してから、今度太ももから膝に出します。中では8の字になっています。あと手羽を抜けて、首づるの皮を胴体に縫い付けて、また手羽で固定します。このブリデの作業ですけども、鶏の下処理の仕方の中で詳しく説明しています。またそちらを参考にしてください。縛り終わったら丸結び2回回してから締めれば糸が緩むことがありません。これでブリデの完成になります。あとは余分な皮を切って、それとお尻の部分にあるぼんじり、脂の出る部分を取り除きます。最後詰め物をしていますので、それが出ないように、お尻の部分、穴を開けている部分を縛ってきっちりと締めます。それではロティする前に合わせ染めしていきます。まずオリーブオイルを表面に塗ってから、その上から塩コショウできっちりと全体的にまんべんなく合わせ染めしていきます。まんべんなく塩コショウで合わせ染めしてください。油を塗っていますので簡単に塩コショウがつくと思います。このままオーブンに入れてロティしても構いませんけども、ここで一手間加えます。ももの部分だけきっちりと焼き色をつけてやります。基本的にももの肉、火が入りにくいので、先にこのように色をつけてやると火が入りやすくなります。先にももに火を入れることによって、胸の火の入りがちょうどいい頃合いでももにも火が入ります。ですので胸もしっとりと揚がって、もも肉もきっちりと火の入った状態で仕上がります。ここで下処理した時に出た首づるの部分のコンカッセも入れて一緒に焼きます。今回ももの部分左右10分ずつ焼きました。その後入れ物に移してロティしていきたいと思います。
今回このままフライパンのサイズでも良かったんですけども、ガルニチュールを一緒に入れてロティすると場所が足りないので、入れ物を移してこのままロティしていきます。もちろん焼いた時に出ていた油をもう一回上からかけて、あとここにガルニチュール付け合わせのじゃがいも、よく洗った小さいじゃがいもと人参を入れてこのままロティしていきます。ロティする時のオーブンの温度は160度から180度の間でじっくりとローストしていきます。このロティしている間ですけども、10分おきにオーブンから出して油を上からかける作業、アロゼという作業をしてください。このアロゼですけども、まず全体的に油をきれいにアロゼします。その後重点的にももの横の部分、この部分に重点的にアロゼしてあります。そうすると温度が上がって均一に火が入りやすいです。その後ガルニチュールもよく混ぜます。もちろんオーブンに入れてる間は10分おきぐらいにアロゼの作業を繰り返してください。これでトータル40分経ちました。このように美味しくこんがりと焼けています。ここでガルニチュールと鶏を引き上げます。網の引いてあるバットの上に鶏を引き上げて、あとはじゃがいもと人参を取り除いていきます。このままこのプラックでソースを仕上げていきます。このロティした時に出た油ですけども、とりあえず取り除きます。また最後仕上げに使いますので置いておいてください。このようにうまみがプラックにいっぱいついてますので、このうまみを剥がしてジュを作っていきます。今回使うアルコールですけども、マデラ酒を使っています。もちろん白ワイン、赤ワイン、ポルトでも構いません。好みのワインを使って美味しいジュを作ってください。まずアルコールを入れたらうまみをきっちりと剥がしていきます。この時下別に火はついていません。まずうまみを剥がしていきます。もしフライパンなのでロティしてるのであれば、このまま火をつけながらアルコール分を飛ばしてうまみを取っても構わないです。このようにきっちりうまみが剥がれたので、一度鍋に移し替えてジュを仕上げていきます。鍋に移してアルコール分を飛ばします。その後半量ぐらいまで煮詰まったところにジュードボラー油もしくはジュードボーでも構いませんので、だし汁を入れます。その後軽く煮詰めてジュを作っていきます。少し煮詰まったら骨は取り出しておきます。そして味見をして最後仕上げていきたいと思います。塩コショウで味を整えます。この時きっちり汗染めする前には味見をしてください。あとこの休ましている間に出てきた汁ですね、それもジュに加えます。そして先ほど置いておいたロティした時に出た鶏の油、これもジュに加えます。このようにすごいシャバシャバの感じですけども、基本的にジュと言われるものはこういうものになります。そしてこのロティした時の香ばしい油がちょっと浮いている状態で、最後仕上げに味を締めるために赤ワインビネガーを入れました。このように非常に美味しそうなジュードロティが出来上がりました。またこのジュードロティの取り方、他に動画がありますので、そちらを参考にして作ってみてください。
美味しいソースが出来上がったので、これをソーシエに移し替えておきます。それでは鶏を切り分けていきたいと思います。もちろんこれサロンデクパージュするのであればしてもらっても構いません。今回は厨房キッチンで切り分ける方法を紹介します。まず糸をきれいに取り除きます。忘れないようにしてください。まず両ももを取り外していきます。この時フィレにもちゃんと皮が残るように丁寧にももの部分を外していきます。このデクパージュする時ですけども、まな板このように溝がついていて、美味しい汁がこぼれないようなまな板を使ってください。きっちりソリレースオリーブミートもきれいに外します。反対側も同じように外していきます。次に胸の部分を切り分けていきます。真ん中に切り目を入れて、あとは外していくだけです。この時部位骨を取り忘れていると、この切る時に切りづらいので必ず取り外してください。このように腕の部分の関節に包丁を入れて関節を切ってフィレを外していきます。きれいに外し終わったら、次は中に詰めていたフォアグラとパンを取り出します。このようにフォアグラもちょうどいい感じに火が入っています。もちろんパンも美味しい汁を吸って非常に美味しそうです。このパンですけども、後でトーストして一緒に添えます。それでは先ほどデクパージュ切り分けた鶏肉をカットしていきたいと思います。胸の部分、手羽のついている部分と先の部分に分けます。基本的にお皿に提供する場合は胸とももの部分が1個ずつ、サービスするのが、基本になっています。基本的にももの根元の太い部分と、手羽がついている部分、胸の手羽のついている部分がセットで、ももの先の部分とフィレの先の部分がセットになります。今回クリスマス仕様なので、このままテーブルに出せるように先ほどロティしたプラックにガルニチュールと鶏を盛り付けていきます。ここでより一手間かけてきれいに見えるようにするにはモンショネという作業になります。鶏のもも肉の先っぽの部分をきれいに掃除して先を切り離します。このように骨を出してきれいに掃除する方法をモンショネと言います。最後切り終わったら、このようにまな板に出た銃を鶏にかけておきます。フォアグラもカットして一緒に盛り付けます。
先ほど取り出したパンもロティした時の油をつけてよく焼いていきたいと思います。鶏のうまみと鶏の油を吸って非常に美味しいトーストになります。このように非常に美味しく焼き上がっています。最後そこに丸鶏でしたので掃除した、レバー肝ですねと心臓を入れて一緒にソテーして最後プレートに盛り付けていきたいと思います。今回はしませんでしたが、ここに最後仕上げにパセリのコンカッセを入れて赤ワインビネガーもしくはシェリービネガーをデグラッセすればまた非常に美味しく出来上がります。ぜひ挑戦してみてください。最後トーストと肝心臓をプレートに乗せて完成になります。この後出す前にオーブンにプレートごと入れて温めて出してください。もし美味しいトリュフが手に入ればオーブンに入れる前にトリュフを上からスライスして軽く温めて提供すれば非常に美味しいノエル仕様のプーレロティになると思います。それでは温めたお皿に盛り付けていきたいと思います。基本的に胸とももが一つずつ入るように盛り付けていきます。先ほども言いましたけども、この胸の先の部分とももの先の部分がペアになります。最後に美味しいジュードロティを上からたっぷりとかけてやります。このかける前ですけれども、ある程度混ぜて油とジューが混ざるようにしてかけてください。最後にフルドセルを上からかけて完成になります。今回は普通に丸鶏を使いましたけども、鶏の代わりにパンタード、ホロホロ鶏ですね、あとはシャッポンなどを使っても非常に美味しく出来上がります。あとフォアグラと一緒に黒トリュフを丸のまま入れても非常に美味しく仕上がります。いろいろ試せるのでぜひ挑戦してみてください。動画の中で出てきたいろいろなテクニック、下処理の仕方はまた概要欄に貼っておきますので、そちらを参考にしながらクリスマス仕様の丸鶏のファルスのロティをぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。